Hello everyone, my name is Daisuke Uematsu. I'll talk about my research of semiconductor crystal growth process with utilizing process informatics technologies, especially from the viewpoint of how I utilize Python. I'm going to talk in Japanese because I had that many Japanese audience would join today. But I'm happy if you can enjoy my talk with English scripts and you ask me any questions and give me any comments. 本日はこのようなタイトルで私が行っているプロセスインフォマティクスを使った半導体結晶材料の正常プロセスの開発に関して特にどのように Python を活用しているかについて注目しながら発表したいと思います。まず自己紹介です。名前を上松大輔と申します。専門は物理学で、学生時代は今流行りの量子コンとも共通しますが、量子スピン系の極低温での振る舞いに関する基礎物理の研究をしており、学位取得後も会社で材料研究に携わってきました。現在はミライズテクノロジーズという会社で、また今年の3月までは MI2I というマテリアルズインフォマティクスのコンソーシアム、また、名古屋大学の研究員としてマテリアルズインフォマティクスやプロセスインフォマティクスといったデータ駆動型での材料研究の業務に携わっています。会社以外での Python 活動としては、主にスタート Python クラブという登録者数でいうと日本で PyCon Japan に次いで2番目に大きい Python コミュニティで活動しており、またサイバージャパンにも昨年から参加しており、こちらもこれからどんどん盛り上げていきたいと考えております。私の会社についてです。ミライズテクノロジーズというと聞き慣れない方も多いかもしれません。株式会社ミライズテクノロジーズは自動車部品会社であるデンソーと車両メーカーのトヨタ自動車が共同出資し、今年の4月にスタートした会社で、車載半導体の研究、先行開発および半導体を用いた電子部品の開発を行っています。場所は愛知県で、大きな池のほとりにある本社と、旧トヨタの広瀬工場がメインで、またデンソー本社がある刈谷市や東京の品川にも活動拠点があります。ここでは我々のミッションについて説明します。車の電子制御化が加速する近年、車両に搭載される半導体の数は増え続け、求められる性能も高くなっています。私たちは次世代の車載半導体の開発で技術革新を起こし、未来のモビリティ社会実現の鍵となるコネクテッド、自動運転、シェアリングサービス、電動の頭文字を取ったケースを推進します。そのために我々はパワーエレクトロニクス、センサー、SOC といった3つの主要研究分野を中心に、高速で動く車が周辺環境を瞬時に認識し、次の行動を反射的に判断する、そして効率的に車を動かすエネルギーの制御を行うなど、これからのモビリティ社会に大きく貢献する半導体の開発を行っています。私はこの中で特に一番のパワーエレクトロニクスのコアとなる次世代半導体材料の開発に携わっています。ここでは次世代パワー半導体材料の開発がなぜ必要なのか、どのような嬉しさをもたらしてくれるかについてお話しします。背景として電気駆動を使う自動車の台数の大幅な増加があり、その数は2015年に比べ2030年ではおよそ10倍の数になることが予想されています。この電気駆動に必要なコンポーネントとしてインバーターがあり、そのコアとなる部分は半導体ウェハーから作ったモジュールであり、その半導体ウェハーの元になるものがここに示す半導体単結晶です。この半導体結晶をどの材料に使うかにより自動車性能効率は大きく変化し、
例えば現在世の中のほとんどのインバーターで使われているシリコン材料から SiC という次世代半導体材料に置き換えることにより、航続距離の向上、システムの軽量、効果が高などが可能となり、来たる自動車電動化の時代に向け非常に大きな貢献が実現できると考えています。では、次世代半導体材料の開発に向けて我々はどのようなアプローチをしているかについてお話しします。開発目標は高品質を保ちつつ低コストで量産できる技術の確立です。そのために我々はガス砲という我々オリジナルの技術に確立に取り組んでいます。ここにガス砲の概略図を示します。原料はガス、すなわち気体状のものを外部から導入し、断熱材で囲まれた摂氏2000度以上の高温の炉内空間でガスの流れや温度等を緻密に制御することでターゲット上にインゴット状の半導体単結晶を成長させる、そういった手法です。従来の手法との違い、例えばここに示す消化法では作りたい単結晶材料の粉末自体を消化させ閉じた空間内で結晶成長させるのに対し、我々のガス砲では外部から原料供給させるため連続的に結晶成長できること、また何より原料の供給速度を上げることで高速成長が可能となることにより低コスト化が実現できます。それが我々が開発しているガス砲の嬉しさです。そのようにメリットの大きいガス砲ですが、技術的に大変難しい手法でもあります。こちらに先ほどの概略図と結晶表面での成長過程がどのように起こっているかに関する詳細な説明図を示します。このように原料ガスが結晶成長面に到達し、そこからの過程はこの黄色い立方体で示す原子レベルのユニットの挙動により進んでいきます。まず成長面へユニットの吸着が起こり、成長面表面で拡散し、このように面内で規則正しい配列が起こるのが理想的な結晶成長過程であります。またこれら吸着や拡散といった過程は温度や炉内圧力などの空間分布によって支配されます。皆さんご想像できるように炉内へのガスの導入というのはマクロな制御で行われますが、実際に制御しないといけないのはこういった原子レベルの運動で、しかも周囲の環境変化によってその運動は変化するため、先ほど述べた温度や圧力などの精密な制御をリアルタイムで適切に行うことが必要です。しかし困難な点がいくつかあります。一つは前述した通り、大変な高温環境のため断熱材が必須で簡単には中の様子が見られないこと。二つ目は例えば炉内圧力の制御のためいくつかの原料ガスの導入量の制御など軽く10を超えるパラメータ数の制御を同じ時間で同時に行うことが必要であり、とても人間の力では困難であること。3つ目は少し別視点になりますが、どうしてもその時の実験担当者の勘や経験などに大きく影響を受けてしまうことがあり、そういったことです。ここに実際に起こりうる例を挙げますが、例えば炉の内部に付着物があったり、ガス導入口に付着物が詰まっていくなどの現象があったときに、本来一定に保ちたい成長速度はこのようにどんどん乖離し減少していってしまいます。このように難しいチャレンジを達成するために、我々はプロセスインフォマティクス、略して PI というデータ駆動型の結晶開発に取り組んでいます。ここでは実際の我々の PI の説明の前に少し俯瞰的に材料研究全体に対しどのようなデータ駆動型、いわゆるインフォマティクスがあるかについて少し見てみたいと思います。まず昨日吉田先生のお話でもあったかと思いますが、マテリアルズインフォマティクスがあります。ここでは主に新材料の発見や材料特性の支配因子の抽出が目的で、そのために各国が国家レベルで巨大なデータベースを構築したり、その中で実際に新しい有用な材料の発見があったりしています。少し見てみますと、
世界中でこのようなデータベースや MI 活動が行われており、データベースだけではなく、こういった Python を使った有用なライブラリの開発も行われています。計測インフォマティクスでは、巨大なシンクロトロン放射光のデータ解析やイールスなどのスペクトル解析などにさまざまなインフォマティクスの技術が活用されています。では、ここからは我々が行っている PI について説明していきたいと思います。ここでは PI の嬉しさについてお話しします。従来では研究者の勘や経験に基づいてプロセスの最適化を進めます。そのために開発にとても長い時間がかかったり、限定的な少量のパラメータのみに固執し、大事なパラメータを見逃したり、主観に依存しすぎて局所的な解しか得られなかったり、せっかく取った種々のデータを取りっぱなしでうまく活用できなかったり、そういったデメリットの可能性が考えられます。それに対し PI では短期間で解が得られたり、帯域での最適解やパラメータ変化に対しロバストな解が得られたり、従来になかったさまざまなメリットが考えられます。ここからは実際に私がどのように PI を使って結晶成長開発を進めたのか、そしてそこで Python がどのように貢献しているかについてお話しします。ここに書いたのは実際の活動のすべてではないのですが、PI のフローを概略図で示しました。上から順に訓練データの取得、ここではまずシミュレーションデータをメインに使っています。前処理、そして予測モデルの生成、評価であり、ここまでが炉内結晶成長および炉内状態の予測モデルの生成過程です。また並行して炉に対し種々のセンサー等のインストールやそのデータを予測モデルのファインチューニングに使ったり、実際の炉内状態の可視化の際のインプットに使っています。それぞれの過程で Python をどのように使ったかについてここに書いてありますが、後にスライドの中で説明していきます。訓練データを生成するために行った CAE 計算について説明します。このように炉内を模したモデルを計算機の中で構築し、メッシュを切り計算をします。入力はガス種の流量や成長面での温度など、計算により各メッシュの座標点ごとに局所的な温度、局所的な圧力、また境界においては結晶成長の速度等が出力として得られます。ここでシミュレーション結果からのデータ抽出を機械学習用の構造化で Python を活用した事例についてお話しします。シミュレーションのソフトウェアは STR 社のバーチャルリアクターというソフトを使っていますが、結果としてはこのような DCR という拡張子で出力され、このようにコンターズで温度や圧力など種々の出力を見ることができます。この DCR ファイルはこのように中身はテキスト形式で書かれており、どの座標にどの出力が得られたかについて明示的に示されていたため、Python を使ってこのように容易に構造することができました。このソフトウェア以外でも拡張子はさまざまながらの中身はテキスト形式や CSV 形式など汎用的で Python での読み取りが簡単なソフトもいろいろあるので、皆さんもご自身のシミュレーション結果で機械学習をやってみたい、そのような場合は一度確認してみるといいかもしれません。ここではセンサー設置の概要について実際の実装より少ないですが、代表的なものをいくつか紹介したいと思います。センサーとしては結晶成長を邪魔しないような場所に温度センサーや導入部等に流量センサー等を設置し、また赤熱に邪魔されない波長のレーザーや比較的低温の場合には CCD を設置するなどしています。またレーザーや CCD などのデータとプロセス終了後に得られた結晶に対する詳細な分析、例えば
X 線解析やセムなどとの間との相関関係は実験ごとに調査することで、レーザーや CCD などのデータと結晶の詳細な情報との関係についてある一定以上の知見が得られるようデータの蓄積を行っています。そのような種々のセンサー等の設置により、実験中にどのような情報が得られるかの例について、またそこでどのように Python を活用しているかについて、レーザー観測と OpenCV の活用事例についてお話しします。こちらが比較的低温での実験で CCD カメラで成長面とそこに照射されるレーザーの様子を撮影した写真です。それと直行する方向、炉でいうと真横からの概略図をここに示します。ガス導入前はこのように基板に対してレーザーが反射される様子が見られますが、原料ガスを導入するとそのレーザー照射箇所のスポット径が変化します。これはここに示しますように、結晶成長表面のラフネスだったり、空間に小さなパーティクルがどのように生成されているかについて反映しています。これらをこのように OpenCV を使ってリアルタイムでスポット径やパーティクルによる航路の幅を計測することで、きれいに結晶が成長しているか、余分なパーティクルが発生していないかなどについて時系列データとして取得することが可能になります。また、レーザー反射強度の時系列データを解析することで、このように成長した結晶の厚さを見積もることができます。詳しい説明は割愛しますが、原理としてはレーザーの強め合いと弱め合いの周期を測定し、それを時間で割ることで求めます。ここでは弱め合い時のピーク点を SciPy ライブラリのメソッドを使うことで自動的に検出し、その時間間隔から各時間ごとの成長速度を時系列データとして得ました。ここまで述べたような種々の時系列データを蓄積することで、1回の実験でも数多くのデータが取得できます。例えば、このクロスマークで示した点の数だけ、各時間における流速、温度、圧力、成長面の回転数などの情報があり、それぞれのクロスの点に対し時間帯で紐付けすることによって、例えば先ほど示した成長速度などのアウトプットとの関係を含んだデータが蓄積でき、効率的にビッグデータを蓄積していくことが実現されています。ここからは前述した成長実験の困難な課題に対し、実際にどのような嬉しさがあるかについて3つほど紹介したいと思います。1つ目は炉内内部の可視化です。ここではその一例として炉内温度分布の可視化について紹介します。まずシミュレーション結果および先ほど述べたような実験データを使って機械学習を実施し、インプットと任意のアウトプットを予測する学習モデルを得ます。機械学習の詳細は割愛しますが、ここではニューラルネットワークを用いました。得たモデルに対して、例えば基板中心の温度、任意点での圧力を計測し、先ほどの学習モデルに入力し、得られた空間座標ごとのアウトプットデータについてコンターズで表示することで、このように炉内の温度分布を可視化することができます。ここでは実際の実験室で行ったデモ動画を示します。デモのため、あえて温度や圧力が激しめに変動させ、その変化が分かりやすいように温度分布を表示しています。このような技術により、例えば予期しない炉内変化により圧力変化が起こったときに炉内温度がどのように変化しているか知ることができ、さらには学習モデル等々の組み合わせ活用によりどのパラメータをチューニングすることで理想的な温度分布にリカバーできるかなどについて知ることができる、そういったことが可能になると考えています。嬉しさ紹介の2つ目として、まだプレリミナリーな結果ではありますが、
複数のアウトプットに対する多目的最適についてお話しします。実際の論の中ではいくつかのトレードオフによるジレンマが存在しており、例えばターゲット上での結晶成長速度を上げようとすると、期待したい場所にも付着物が増加してしまったり、結晶品質の低下や収率の悪化につながる傾向が強くなりがちになります。ここではディープを使った遺伝的アルゴリズム実装によるターゲット上での成長速度の向上とガス導入部での付着物低減を目指した同時最適化による結果例を紹介します。結果のみの紹介となりますが、予測としてターゲット上で良い成長速度を実現しつつ、導入部ではほぼ成長速度ゼロ、すなわち付着物自体がゼロといった結果が得られたことが分かります。また実験ともよくあった結果となっております。嬉しさ紹介の3つ目として、こちらもプレリミナリな結果ではありますが、成長速度の安定化についてお話しします。前日しましたが、通常の成長実験では、実験が終わって、炉を開けてみるまで中身がどうなっているかわからないことが多く、実験中のパラメータの制御が適切でないと、このように成長速度が安定せず、コストが上がったり、品質低下等につながってしまいます。ここでは、炉内状態の様子を予測し、実際のセンシングデータと予測モデルによる成長速度リカバーへのフィードバック制御から、初期の成長速度の再現を実現したテスト実験例について紹介します。実験のフローとしてはこのようになっており、実験1から実験2へは明確に成長速度が減少しているのに対し、フィードバック制御することによって成長速度が初期のそれを再現できたことが分かります。また、この点については、導入ガスの流速と温度の調整、この点については、圧力と温度の調整といったように、さまざまなパラメータの組み合わせ方で成長速度が再現することができ、これにより、さまざまな炉内状態に対しても、柔軟に複数のパラメータを組み合わせて成長速度を安定化することが可能になると考えています。まとめです。プロセスインフォマティクスは複雑な結晶成長開発に対しても非常な強力であること。その中で Python のさまざまなライブラリーは機械学習によるモデル構築だけでなく、データ蓄積などの PI にとって非常に有効であると考えています。今後についてですが、より複雑な多目的最適化技術の確立、時系列データの解析、機械学習データモデルを実験結果、すなわち現実とのさらなる合わせ込みを考えており、これらについて皆さんと議論したり、さまざまなアイデア、サジェッションをいただけるととても嬉しいと思います。また、僭越ですが、最後に私の経験から世の中で PI をより活性化していけるための提案を述べさせていただきます。PI の多くの領域が企業のノウハウと関係してくることもあり、クローズになりがちだと考えています。シェアできる部分や一般的な共通の課題情報は企業を含めシェアし合ったり、また直接事業としてやっていない IT 企業の皆様からも価値や知見をいただけたら、そういった世界がどんどん進み、PI が発展することで世の中を良くするものがどんどん生まれていく、そんな素晴らしい未来が実現すると考えております。最後に謝辞を述べさせていただきます。特に本発表のお声掛けくださった東京大学辻先生に心より感謝申し上げます。また発表の場をくださった演奏者の皆様、オーガナイザーやスタッフの皆様、研究に関わっていただいたすべての皆様に感謝申し上げます。ご清聴ありがとうございました。Thank you very much for your attention.